皆さんこんにちは、ウェアです。今回は PC 版フォートナイトで全てのコンソール版のグラフィックを再現してみたので、その設定を紹介していきたいと思います。ちょっと前にゆっくり実況チャンネルの方でスイッチ版のグラフィック再現をやったんですが、それが意外に好評だったので、今回は全機種でやってみました。この設定をすると有利にプレイできるっていうことは一切ないんですが、例えば昔スイッチでプレイしていて、今は PC に移行してきたけど、昔の雰囲気を思い出しながら遊びたいって時にこの設定を使ってみるとか、PS4 の設定にしてみて自分のパソコンがそれよりどれくらい高性能なのかっていう指標にしてみるみたいな使い方ができるかなと思います。それでは本編をどうぞ。まずはじめに全機種共通の設定を紹介していきます。ウィンドウモードフルスクリーン、VSync オン。ただし、この VSync は入力遅延が若干増加してしまうので、画質だけ再現したいという方はオフで大丈夫です。操作感まで近づけたいという方はオンの方がいいかもしれません。続いて、レンダリングモード DirectX 12。明るさ、ユーザーインターフェースのコントラスト、色角モード、色角強度、ユーザーインターフェースの下はお好みで設定してください。また、モーションブラーは PS4、PS5、Xbox One、Xbox シリーズ XS の再現をする場合にお好みでどうぞ。一番下の高度なグラフィックのセクションに関しても自由に設定してもらって大丈夫です。次に高解像度テクスチャについてです。フォートナイトには WQHD や 4K など高解像度環境で恩恵を受けられる高解像度テクスチャというものが存在します。こちらは Epic Games Launcher からフォートナイトのオプションをクリックすることでこのような画面が開き、ここで高解像度テクスチャにチェックを入れることでインストールすることができます。高解像度テクスチャは PS5、Xbox シリーズ XS には含まれていますが、全世代機、つまり Switch、PS4、Xbox One には含まれていません。自分が再現したい機種に合わせて入れるか入れないか判断してください。以上が全機種共通の設定でした。ここからは各機種のグラフィック再現設定を紹介していきます。まずはスイッチテレビモードから。解像度 1920×1080、最大フレームレート 30fps、アンチエイリアス&スーパー解像度 TAA、3D 解像度 81%、ナナイト仮想ジオメトリオフ、影中、グローバルイルミネーションオフ、リフレクションオフ、描画距離中、テクスチャ低、エフェクト中、ポストプロセス中、以上の設定です。それではゲーム映像を見ていきましょう。よく PC でスイッチの環境を再現してプレイしてみたと動画を上げている方がいますが、だいたいグラフィック設定が最低設定のまま、解像度もフル HD の 100% で、最大フレームレートだけ 30fps にしているというものが多いと思います。実際は全然そんなことなくって、影があるのはもちろん解像度も若干フル HD より低いですし、エフェクトやポストプロセスといった効果が若干ついているのも重要なポイントです。というか、今のスイッチ版結構動作カツカツだと思うので、ここら辺の設定下げてもいいんじゃないかなとは思いますけどね。それはさておき、グラフィックについて話していきます。解像度が低いのとフレームレートが 30fps なのを除けば、スイッチ版の画質そんなに悪くないんじゃないかなとは思います。PC で再現してプレイするとなった場合、3D 解像度を 100% に上げてフレームレートを自分が使っているモニターのリフレッシュレートに合わせてあげれば、全然普通に遊べる環境になると思います。それだと趣旨は若干変わってきますけどね。いろいろ自分なりに調整して遊んでみてください。続いてスイッチ携帯モードです。こちらは先ほどのテレビモードとほとんど同じ設定なんですが、2点だけ変更するところがあります。一つは解像度、1920×1080 ではなく 1280×720 に落とします。もう一つはそれに伴う形で 3D 解像度。こちらは 81% から 91% に上げます。大元の解像度を下げているので、パーセンテージ的には上がってますが、実際は下がってます。それではゲーム映像を見ていきましょう。本来この画質はスイッチの携帯モード、つまりスイッチライトでも 5.5 インチ、有機 EL 版スイッチでも7インチという小さいディスプレイに表示されるものなので、まだプレイできなくないかなという感じなんですが、やっぱり24インチとかあるゲーミングモニターに表示するとかなり粗さが目立ちます。なので ROG Ally みたいなモバイルゲーミング PC とかで再現するにはうってつけの設定なのかなという気がしますね。グラフィックに関してはテレビモードと全く同じなので割愛させていただきます。続いて PlayStation 4です。解像度 1920×1080、最大フレームレート 60fps、アンチエイリアス&スーパー解像度 TAA、3D 解像度 100%、ナナイト仮想ジオメトリオフ、影高、グローバルイルミネーションオフ、リフレクションスクリーンスペース、描画距離遠い、テクスチャ中、エフェクト中、ポストプロセス中、以上の設定です。それではゲーム映像を見ていきましょう。私自身PS4 の実機を持っていないので、ネット上に上がってる動画を見まくってこの設定を割り出したんですが、案外 PS4 版ってグラフィック綺麗なんですよね。ただ話を聞くところ、もう 60fps 固定はかなり厳しいとのことでした。
ということはおそらく負荷がかかった時に解像度を下げてフレームレートを稼ぐ動的解像度ってやつが使われているはずなんですが、そうなると 3D 解像度 100% は維持できていないんじゃないかなと思います。もしこの設定を再現してみて PS4 より全然綺麗じゃん、こんなん違うって思った人は 3D 解像度を 83% から 100% の間で調整してみてください。そうすると多分実際の PS4 のグラフィックに近づくんじゃないかなと思います。100% っていうのはあくまでも負荷がかかってない時に描画できる最大の数値なので、ちょっと下げた方がリアリティが増すんじゃないかなと思います。続いて Xbox One です。解像度 1920×1080、最大フレームレート 60fps、アンチエイリアス&スーパー解像度 TAA、3D 解像度 83%、7位と仮想ジオメトリオフ、影中、グローバルイルミネーションオフ、リフレクションスクリーンスペース、描画距離遠い、テクスチャ中、エフェクト中、ポストプロセス中、以上の設定です。それではゲーム映像を見ていきましょう。私は Xbox One の実機を持っていることもあって、これの設定を導き出すのは割と楽にできました。日本では影が薄いので、Xbox と言われると、ほとんどの方は現行機である Xbox シリーズ XS を思い浮かべると思いますが、この Xbox One も忘れないでほしいなとは思ってます。ただ、フォートナイトで言うと、グラフィック面ではテクスチャとフレームレートを若干上げたスイッチくらいにしかなってないんですよね。初期はそんなことなかったと思いますが、チャプター5あたりからそんな感じになった気がします。実際プレイしてると解像度がかなり低くなって、ライバル機の PS4 と比較すると解像度が低いのと影が1段階低い品質となっています。こちらも 3D 解像度は負荷がかかっていない時の最大値で 83% なので、なんか違うなと思った方は 55% から 83% の間で調整してみてください。ここでライバル機である PS4 と比較してみたいと思います。やはり大きな違いは解像度かなと思いますね。PS4 は全然見てられるんですが、Xbox One は若干ぼやけた感じがして、実際にプレイしてると少しやりにくいなと感じてしまいます。カタログスペックからして Xbox One より PS4 の方が性能が高いのは明らかなので、これは仕方がないかなとは思いますね。続いて PlayStation 4 Pro です。解像度 2560×1440、最大フレームレート 60fps、アンチエイリアス&スーパー解像度 TAA、3D 解像度 90%、7位と仮想ジオメトリオフ、影光、グローバルイルミネーションアンビエントオクルージョン、リフレクションスクリーンスペース、描画距離遠い、テクスチャ光、エフェクト光、ポストプロセス光、以上の設定です。それではゲーム映像を見ていきましょう。PS4 Pro ってターゲットの解像度は 4K のはずなんですが、メモリ不足のせいなのか残念ながら実行解像度は 1440p 以下に収まっています。この後紹介しますが、ライバル機である Xbox One X は実行解像度が 1800p なので大きな差をつけられているなとは感じますね。とはいえフル HD 環境でプレイするには申し分ないグラフィックかなと思います。気になるのはフレームレートですね。実機の PS4 Pro って今ちゃんと 60fps 維持できるんでしょうか？もし今 PS4 Pro でプレイしているという方がいればコメントで教えていただけると嬉しいです。グラフィックに話を戻しますが、テクスチャー、エフェクトなど基本的に高設定がベースとなっているみたいなので、結構綺麗に見える方ではないかなと思います。続いて Xbox One X です。解像度 3840×2160、最大フレームレート 60fps、アンチエイリアス&スーパー解像度 TAA、3D 解像度 83%、7位と仮想ジオメトリオフ、影光、グローバルイルミネーションアンビエントオクルージョン、リフレクションスクリーンスペース、描画距離遠い、テクスチャ光、エフェクト光、ポストプロセス光、以上の設定です。それではゲーム映像を見ていきましょう。先ほど紹介した PS4 Pro とグラフィックは一緒なんですが、解像度はこちらの方が約 39% 高くなっています。ただ 4K 環境じゃないと違いは分かりにくいかもしれません。グラフィックに関しても言うことはないかなという感じです。ナナイトやルーメンなど次世代のグラフィック機能は使われていませんが、それでも十分綺麗に見えます。一応 PS4 Pro と比較してみるとこんな感じです。正直編集してる時の自分でも違いがほとんど分かりませんし、なんなら YouTube 側で動画が圧縮されちゃうので、もっと分からなくなる気がします。どちらも全世代機ではありますが、まだ通用するグラフィックということは間違いないんじゃないかなと思いますね。ここからは現行機の設定となります。動画冒頭でも紹介しましたが、高解像度テクスチャのインストールを忘れずに行ってください。それではまず Xbox シリーズ S の 60fps 設定時です。解像度 2560×1440、最大フレームレート 60fps、アンチエイリアス&スーパー解像度 TSR 低、3D 解像度 50%、ダイナミック 3D 解像度オン、7位と仮想ジオメトリオン、仮想の影5、グローバルイルミネーションルーメン高、リフレクションスクリーンスペース、描画距離最高、テ
テクスチャ高、エフェクト最高、ポストプロセス高、ハードウェアレイトレーシングオフ以上の設定です。それではゲーム映像を見ていきましょう。Xbox シリーズ S は発売当初から思ってましたが、本当にコスパ化け物ハードだなというのがこれを見てもよくわかります。今はいくらか値上げされちゃいましたが、PC では実現できない価格でそれなりのスペックを持っているのが本当にすごいなと思いますね。グラフィック面で詳しく言うと、ナナイトが有効化されています。ただし、ソフトウェアレイトレーシングであるルーメンの機能は、グローバルイルミネーションにのみ適用されており、リフレクションには従来のスクリーンスペースリフレクションが使用されています。ここら辺はスペック相応で抑えるところは抑えるといった感じなんでしょうか。もう一つ 3D 解像度についてですが、この後紹介する PS5、Xbox シリーズ X も含め、基本的にかなり低い解像度が使われています。今回の場合は 1440p の 50%、つまり 720p ということです。ただ、これに TSR という Unreal Engine 5のアップスケーリング技術が使用されるため、このように低い解像度でレンダリングされた映像もそれなりに綺麗に見えるというわけなんですよね。ちなみに私が今回この動画を制作するにあたってお世話になったデジタルファウンドリーさんの分析によると、Xbox シリーズ S では 540p から 1080p で動的にレンダリングされ、そこから TSR を使って 1440p にアップスケーリングしているという感じらしいです。PC ではここら辺の細かい設定ができないので、今回はその平均である 720p 相当の数値で設定を紹介しましたが、こちらも PC のスペックやプレイスタイルに合わせて調整してみてください。続いて Xbox シリーズ S の 120fps 設定値です。解像度 2560×1440、最大フレームレート 120fps、アンチエリアス&スーパー解像度 TAA、3D 解像度 75%、ナナイト仮想ジオメトリオフ、影高、グローバルイルミネーションアンビエントオクルージョン、リフレクションスクリーンスペース、描画距離最高、テクスチャ中、エフェクト最高、ポストプロセス高以上の設定です。それではゲーム映像を見ていきましょう。60fps 設定時との大きな違いはナナイトとルーメンの有無というところですが、それ以上に気になるのは解像度でしょうか。最大レンダリング解像度が 1080p で、負荷がかかるとそれ以下になることも考えられるので、フル HD 環境でも少し粗さが目立つのかなという気がします。ここら辺は実機で 120fps で遊んでる方に聞いてみたいところです。もしいらっしゃったらコメントで教えていただけると嬉しいです。とはいえグラフィックの面では全世代機の上位モデルである Xbox One X とほとんど遜色がないということで、十分快適にプレイできるのかなとも思います。続いて PlayStation 5および Xbox シリーズ X の 60fps 設定値です。こちらは両機種で解像度とグラフィック設定が全く同じなので一度に紹介したいと思います。解像度 3840×2160、最大フレームレート 60fps、アンチエリアス&スーパー解像度 TSR 低、3D 解像度 50%、ダイナミック 3D 解像度オン、ナナイト仮想ジオメトリオン、仮想の影高、グローバルイルミネーションルーメン高、リフレクションルーメン高、描画距離最高、テクスチャ高、エフェクト最高、ポストプロセス高、ハードウェアレイトレーシングオフ以上の設定です。それではゲーム映像を見ていきましょう。安定のグラフィックとパフォーマンスといったところでしょうか。なんといっても Xbox シリーズ S より強いポイントとしてリフレクションにルーメンが使用されているということでしょうか。このゲームの反射はスクリーンスペースリフレクションだと個人的には結構違和感を感じることが多いので、ルーメン反射が使われているのは非常に魅力的だなというふうに思います。ただ先ほど同様 TSR でのアップスケーリング前のレンダリング解像度は 4K の 50%、つまり 1080p と若干低い設定となっています。実は PS5 と Xbox シリーズ X 版がリリースされてからしばらくの間はもう少し高い解像度でレンダリングされていたんですが、2023年の6月頃にコンソールの消費電力を減らすという目的でレンダリング解像度が 1080p まで削減されたみたいなんですね。気になる方は概要欄に説明の URL を載せておきますのでチェックしてみてください。とはいえ TSR そこそこ優秀なので 1080p からアップスケーリングしても大きな違和感はないみたいです。私は 4K モニターを所有していないので実際どんな感じなのかわからないんですが、こちらも実機でプレイしている方がいたらコメントで教えていただきたいなと思います。続いて PlayStation 5 Pro の 60fps 設定値です。解像度 3840×2160、最大フレームレート 60fps、アンチエリアス&スーパー解像度 TSR 中、3D 解像度 63%、ダイナミック 3D 解像度オン、ナナイト仮想ジオメトリオン、仮想の影高、グローバルイルミネーションルーメン最高、リフレクションルーメン高、描画距離最高、テクスチャ高、エフェクト最高、ポストプロセス高、ハードウェアレイトレーシングオン以上の設定です。それではゲーム映像を見ていきましょう。
巷では PS5 と PS5 Pro マジで何が違うんだと騒がれていましたが、フォートナイトにおける違いは2点。まずは解像度です。PS5 無印ではアップスケーリング前の解像度が 4K の 50%、つまり 1080p でしたが、PS5 Pro では少し向上して 63%、だいたい 1350p 相当となっています。また TSR のアップスケーリング品質も低から中にはなっているみたいです。正直言ってこれは私も違いが分かりませんでした。4K 環境でプレイしている方には少しくらい違いを感じられるのかなという気もしますが、どうなんでしょうか。もう一つはハードウェアレイトレーシングが有効になっているということです。PS5、Xbox シリーズ XS で使用されているのは、ルーメンでのソフトウェアレイトレーシング、つまりハードウェアに依存しないレイトレーシングですが、PS5 Pro では GPU を存分に活用したハードウェアレイトレーシングが使われています。フォートナイトでの違いは単純にリフレクションや光の処理の品質が高くなるのと、あとは反射する金属や鏡などのオブジェクトに動的なもの、つまりプレイヤーなどが映るようになるなどの要素が挙げられます。正直に言って通常のモードをプレイしていてそんなところを気にする人はいないと思うので、 PS5 無印と何にも変わんねえじゃんって言われたらそれでおしまいです。個人的には家庭用ゲーム機で 60fps かつハードウェアレイトレーシングありっていうことにかなり驚いたんですが、冷静になって考えてみればどっちでもいいじゃんとはなりますよね。確かに無印と値段にかなり差があるので、もうちょっと高性能にしてほしかったなという思いもあります。最後は PlayStation 5、PlayStation 5 Pro および Xbox シリーズ X の 120fps 設定値です。こちらは PS5 と Xbox シリーズ X に加えて PS5 Pro も全く同じ設定なので一度に紹介していきます。解像度 3840×2160、最大フレームレート 120fps、アンチエイリアス&スーパー解像度 TAA、3D 解像度 66%、7糸仮想ジオメトリオフ、影、光、グローバルイルミネーション、アンビエントオクルージョン、リフレクションオフ、描画距離最高、テクスチャ中、エフェクト最高、ポストプロセス高、以上の設定です。それではゲーム映像を見ていきましょう。なぜかはわかりませんが、動画撮影時点では PS5 無印も PS5 Pro も 120fps モードは何のアップグレードも加えられていません。強いて言えばスペック向上で負荷に耐えやすくなっているはずなので、高負荷時の解像度低下が PS5 無印と比べて若干抑えられるというくらいでしょうか。ここは今後のアップデートに期待したいなと思います。個人的に一番驚いたのはリフレクションがないということです。Xbox シリーズ S の 120fps モードではリフレクションがスクリーンスペースになっているのに対し、なぜかそれよりスペックが高い PS5、PS5 Pro、Xbox シリーズ X ではオフになっているんですよね。単純な Xbox シリーズ S 側の設定ミスなのか、あえてそうしているのかは謎です。グラフィック面についてですが、基本的にほとんどの項目が高設定以上になっているにもかかわらず、1440p という解像度で 120fps を出力できるということで、さすがだなと思いましたね。普通に実機でどんな感じで動くのかめちゃくちゃ気になりました。現行世代のコンソール、いつかは手にしてみたいものです。いかがだったでしょうか。今回紹介した設定はかなり独自研究なので、間違っている部分もあるかもしれないです。もし間違っていた場合や今後アップデートでグラフィックが変更された場合にはコメント欄の固定コメントにて訂正したいと思いますので、今回の設定を再建する際には必ず固定コメントを一度確認していただけると嬉しいです。また実際に今回の設定を使ってみてどうだったかなど感想やご意見のコメントもお待ちしております。このチャンネルでは主に PC やゲームに関する解説等を行っています。またゲーム実況を専門とするゆっくり実況チャンネルやゲームのベンチマークを詳細に行うベンチマークチャンネルもありますので、気になる方はぜひチェックしてみてください。最後までご視聴いただきありがとうございました。以上、ウェアがお送りしました。